第2回寝坊弁当選手権。寝坊したとき、どんなお弁当がパパッと早くできるかな？最強の寝坊弁当を検証したいと思います。前回と同じように、調理時間、栄養面、費用、寝坊に見えない簡単さなど、総合的に選びます。エントリーナンバー1、ピーマンひき肉炒め弁当。まずひき肉 80g くらい炒めます。ピーマンが2色あったので半分ずつ使いましたが、緑のピーマン1個でも何でもいいです。早く火が通るように細切りにします。フライパンに入れたら、次はエリンギ。食べやすい大きさに切って焼きます。ベーコンも一緒に炒めよう。今年もパパさんが育てた庭のスナップエンドウ。筋を取り、人参はすぐに火が通るように薄い輪切りにして鼻の型で抜きます。それだけで見た目がパッと良くなります。卵に白だしとみりんを少しずつ混ぜて、100円ショップで売っているフライパン用シートで焼きます。焦げないように下に水を入れ、塩を少しだけ加えたら、人参とエンドウを茹でます。あらかじめお伝えしておくと、4日目のお弁当は失敗だらけでわちゃわちゃです。あとは全部火が通るまで焼きます。卵にホイルをかぶせようとしたら、ちょっと卵がこぼれました。シートだとふにゃふにゃなので、これくらいの大きさのシリコンカップを探そうと思います。水大さじ1、みりん、醤油、ソースを小さじ2ずつ、砂糖小さじ1/2、片栗粉小さじ1/2を合わせておきます。エンドウと人参がちょうどよく茹で上がったので取り出して、ひき肉にタレを混ぜて加えます。ピーマンとひき肉の甘辛炒め、ご飯によく合いますね。エリンギベーコンはさっと塩コショウで味付け。卵をひっくり返します。よし、全部焼けたね。調理時間は8分36秒。洗って切った野菜の残りは使い忘れないように一つのトレイにまとめて冷蔵庫へ入れておきます。そのまま冷ますとフライパンに良くないので取り出します。おかずを冷まします。お弁当箱に詰めてから冷ますと、蒸気や水滴がおかずの中や下にもたまり危険です。
茹で野菜は白だしと水を少し混ぜ、味付けしました。卵が薄い。やっぱり、ちゃんとシリコンカップを買おうと思います。参考までに、詰める時間も計りますね。と思ったけど、タイマーが映ってないよ。全然映ってないね。普段はカットするところも、今回は全部ノーカット。この日は本当に寝坊して、すごく焦っています。栄養面や見た目を全然気にしないで、本気のスピード重視の寝坊弁当も大得意ですが、そんなお弁当でも、もし見てくれる方がいるなら、次の寝坊弁選手権は本気のスピード重視にしてみようかな。よし、完成。詰める時間は2分半くらいでした。調理時間も早くて、なかなかいいですね。エントリーナンバー2、鮭の焼き浸し弁当。鮭に塩コショウ。米粉をまぶして。フライパン用ホイルで焼きます。かぼちゃは火が通りやすいように小さく薄めに切ります。火が通りにくいものからどんどん焼いていきます。冷蔵庫にある野菜や好きなものなど何でも焼いちゃいます。しめじ。ししとうは破裂防止のため穴を開けます。人参は薄い輪切り。ピーマン。大好きなズッキーニ。火が通るまで焼きます。表面にも米油をかけとこ。鮭をひっくり返して、全体にホイルをかぶせておきます。バットに2倍濃縮のめんつゆ大さじ 1.5、水大さじ1、簡単酢も大さじ1、輪切り唐辛子少しは入れすぎた。野菜をひっくり返します。好きなものを適当に全部焼いて、タレに浸すだけ。何も考えなくていいし、一つ一つあれこれ味付けしなくていいし、楽すぎる。野菜もたくさん入れられて、いいね。焼くだけなので、やることがなくて洗い物中。焼けてきた焼けてきた。鮭もいい感じです。洗い物片付け中。よし、いいね。どんどん取り出します。さっぱりだれに浸そう。長ネギとか椎茸やチンゲン菜など、その時冷蔵庫にあるもので何でも合うと思います。ヘラで一気に取り出せば早いのになぜかちまちま箸で取り出しています。かぼちゃは箸を刺して柔らかいことを確認して取り出します。
鮭も取り出したら、出来上がり。調理時間は8分53秒。浸しながら冷ますので、すぐに冷めます。今年も庭の大葉がたくさん取れます。この日はちゃんとタイマーが映っているね。どうやって詰めようかな。迷いながら詰めていきます。たまにテトリスのようにピタッとはまるとき嬉しいですよね。野菜の彩りが多くていい感じです。この箸、ツルツルで唐辛子つかみにくい。と、箸のせいにして終了。詰める時間はこの日も2分半くらい。すごく簡単で楽なお弁当でした。エントリーナンバー3、ささみの香味だれ弁当。ささみを2本、見えている筋を切り取って、火が通りやすいように、半分の長さに切りました。塩、胡椒、酒を少しずつ振りかけて、蓋をして蒸し焼きにします。この日も好きなものを切って、どんどんフライパンに入れていきます。焦げないように、下に水を入れられるように、クッキングシートを敷きました。小さく切ったかぼちゃ、花の型で抜いた人参、シートの下に少し水を入れます。えのき、食べやすいように半分の長さに切ります。オクラは塩で板ずりしたら、水で洗い流して、オクラは断面が可愛いので、半分の長さに切りました。スナップエンドウも筋を取って入れました。見えていませんが、半分に切ったウインナーに切り込みを入れています。もう一本。また見えてないね。タレを作ろう。簡単スト。醤油を大さじ 1.5 ずつ。ごま油と、すりごまを小さじ1ずつ。小ネギも刻んで混ぜようかな。洗った小ネギを刻みます。ネギが苦手なら、大葉や梅干しを刻んで混ぜても美味しいね。この日も全部蒸し焼きにしてタレをかけるだけ。やっぱりこれが一番、あれこれ考えなくて楽です。鶏肉は慎重に中までしっかり火が通るように気をつけます。水がなくなったら少し追加します。中火なのでクッキングシートがフライパンからはみ出さないようにします。
ネギを加えたタレをよく混ぜておきます。さあ、どうかな？ささみはもう焼けています。野菜たちもいいですね。調理時間は8分47秒。お皿に乗せて冷まします。冷めたらお弁当箱に詰めます。この日もちゃんとタイマーが映っていました。よかった。蒸し焼きにしたささみと野菜なのでヘルシーなお弁当。パパさんが自分で育てているので、この大きい大葉もタレをかけて全部食べてくれます。A 型がバレそうな野菜の並べ方。この小さな箱に食べ物を大切に詰めるお弁当という文化が好きです。人参の裏にちょっと焼き色がついちゃっていたので、キッチンペーパーで拭いてから詰めます。トマトも入れて、詰める時間は3分半くらいでした。タレを容器に入れないと。ささみにも少しかけて味を染み込ませておこう。野菜にもタレをかけて食べてね、と伝えなきゃ。この日も簡単ヘルシーなお弁当でした。エントリーナンバー4、ししとうの肉巻き弁当。実は、この日のお弁当作りは失敗だらけで、ボツにしようと思いました。そんな時に、失敗も肯定してくださるコメントをいただいて、とても嬉しかったので、このお弁当もお蔵入りにせず、お見せします。寝坊弁当としては落選ですが、失敗も参考にしていただけたら、と思います。豚バラスライスを半分の長さに切って、塩コショウを少し振り、破裂防止で穴を開けたししとうに巻きつけます。米粉や薄力粉をまぶして焼きます。巻き終わりを下にして焼くと剥がれにくいです。豚バラスライスはスーパーによって厚さがいろいろですが、薄くて長さも半分に短くすると火の通りが早い。メインの肉巻きだけで2分半もかかっています。1枚残ったから次の日に使おう。卵、パカ。大サービスでカニカマも入れよう。白だしとみりんもちょこっと混ぜて。この日もスナップエンドウ。シートに卵を入れて、焦げないように水を入れます。最近買った人参を千切りにできるアイテムを使ってみます。千切り？あれ？千切りにできない。飛び散らかしまくっているので、場所を移してやってみる。あ、こうだ。やり方が少し分かったけど、飛び散らかって切れ気味のまま。これは、時間があるときに、ラペとか作るのに、便利なアイテムだったんだね。
使い方も知らずに、張り切ってやったママが悪いのに、もう言ってすみません。さあ、気を取り直して。ズッキーニを1センチくらいの厚さに輪切り。このソーセージがサイズぴったりで可愛くて美味しいおかずができます。それぞれ花の型でくり抜いて中を交換します。簡単ですぐできるのに可愛いおかずです。この時ズッキーニの方には下にチーズを引くのを忘れてしまいました。まだ人参パニックの動揺が落ち着かないまま、ピーマンも少し千切りにして人参に加えます。ズッキーニは焼くと柔らかくなるから下に少しチーズを敷いて焼くと剥がれずきれいにできます。インゲンを取り出して人参にごま油を少し肉巻きに酒を少しかけてアルミホイルで蓋をします。タイマーが全然見えていないね。卵をひっくり返し、わあ、ぐちゃぐちゃだ。ああ、ここでようやくチーズを忘れたことに気づくママ。もうすっかり気持ちが萎えています。こういう日あるよね。ぐちゃぐちゃ卵を救出。バラバラズッキーニは塩少々。人参ピーマンには塩昆布といりごま。塩昆布、ごま油、いりごまで和えると何でも美味しくなる。空だきにならないように空いたところに水を入れておきます。ししとうは仕上げに塩コショウが美味しいのに、なぜかみりん大さじ1、砂糖小さじ1、醤油小さじ2を加えて煮詰めています。塩コショウならもう完成してたのに。まあ、タレを絡めても美味しいからいいか。よし、できた。てりてりも美味しそう。調理時間は13分10秒。時間がかかりすぎて、これは寝坊弁当ではなく、普通のお弁当だね。卵がいびつなので、花の型で抜いて、リカバーします。いや、だからタイマーが映ってないよ。一生懸命詰めてるけど、またタイマーが見えてない。本当はもっと早く作れる予定でしたが、いろいろ失敗して、今回は残念ながら、このお弁当は落選です。寝坊弁当としては落選ですが、味は全部美味しいから、お弁当としてはよし。人参がすごく細かいけど、人参が苦手なら食べやすくていいね。卵も蒸し焼きにすることでプルッとして美味しい。どんなお弁当だって作れただけで100点だよね。詰める時間は4分かかりました。脱落してしまったけど、美味しいお弁当です。それでは、結果発表。
1位は、鮭の焼き浸し弁当と、ささみの香味だれ弁当。同点でした。ピーマンひき肉炒め弁当も惜しかったね。ご視聴ありがとうございます。またね。